皆さんこんにちは。ユーズアドベンチャーズのゆうです。まだ実は肺炎が治ってなくて、咳がすごい出てます。本当に喋るのがちょっと苦しいんですけど、特に夜の寒い冷たい空気を吸うとすごく咳が出てます。でも元気です。なので安心してください。今日皆さんに話そうかなって思ってるのは、最近本当に僕の悩みはここに友達がいないことです。東京から鎌倉に引っ越してきて、鎌倉の雰囲気っていうのは、とっても素晴らしいし、自然も豊かだし、僕のクリエイティブワークをする環境としては本当に素晴らしいなって思うんですけど、でも僕はここに全然友達がいなくて、すごい寂しいなって思ってます。で、人と接していることってすごい大事なことなんだなって最近気づきました。誰かと一緒に笑ったりとか楽しい時間を共有するっていうことは本当に素晴らしいことなんだなって思ってます。で、なんか寂しいなとかいろいろ思っていたら、だんだんと口角が上がらなくなってきてしまって、顔の表情が固まってしまって、それで最近ちょっと今も無理やり自分の口角を上げるように、トレーニングしています。じゃないとなんか自分の顔も壊れていっちゃうような気がして、精神的にも。だからもっとなんかポジティブに笑えるように、少しずつメンタルも、あとは表情とかも前向きにトレーニングしていこうかなと思ってます。で、あとはアメリカから帰ってきてからあんまりその体のトレーニングもできてなかったので、体のトレーニングもしていこうかなって思ってます。少しずつなんか自分一人であっても強く生きなきゃいけないなって思って、だから今いろんなことに挑戦しています。で、実はドローンのパイロットになるっていうのもその挑戦の一環だし、他にももっと自分のクリエイティブワークのスキルを上げられるように、来年1年間ですごい頑張って成長したいなって思っていることもあるので、なのでそれについても皆さんに少しずつ何をやってるのかっていうのをお見せできたらいいなって思ってます。なんかね、何を話そうかなって迷ってたらあっという間に時間経っちゃいそうなんですけど、いよいよね、今年1年間終わっちゃいますね。で、クリスマスも近づいていて、本当クリスマスどうやって過ごそうかなって悩んでます。で、今までだったら例えばクリスマスとかも家でクリスマスディナーを作ったりとか、友達と会うことっていうのはあんまりなかったんですけど、今年はね、本当にどうやって過ごそうかな、悩んでます。なんか本当に難しい。東京に住んでた時はこういう悩みって本当になかったから、だから寂しい。やっぱり寂しいです。本当に寂しいなって思います。友達がいないっていうことはこんなに悲しいことなんだなって思いました。でも東京に戻って仕事をするっていうふうにはあんまり思ってなくて、僕はここに来てもやっぱり鎌倉っていいところだなって思うんですよね。鎌倉好きだなって、ここで成長していきたいなって思うから、だからここで強く生きれるように頑張っていこうかなと思ってます。どっちみちね、東京に戻っても、僕の友達って結婚してる人も多いし、そんなにもともと友達が多い方でもなかったから、東京戻ってもそんなに友達と会わないかもしれないしね。みんなとやってる仕事も全然違うから、もともと僕は会計とかそっち系の世界にいたので、なのでみんな会計士とかね、あるいは税理士とか、あとは少し弁護士とかね、そういう人たちが多いんですよ。実は僕大学院とか卒業しているので、そういうキャリアを歩んでる人が多くて、でその中でフォトグラファー、ビデオグラファー、クリエイターとして僕は歩んでいるので、同じような領域に友達があんまりいないんですよ。じゃあ
同じような領域のクリエイターの友達を例えばインスタグラムとか YouTube とかで探してコンタクト取ればいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、で僕は友達とかってなんか心から落ち着くなとか思える人じゃないとあんまり一緒に過ごせなくてリラックスできなくて、例えばクリエイターとしていくら稼いでるよとか、そういうマウントの取り合いとか僕はあんまりしたくないんですよね。だからそのクリエイターともあんまり、たくさんの交流はしていません。なんかお互いに情報収集みたいな感じになっちゃうのは僕はあんまり好きじゃないので、なので、結構僕はいつも一人でいることが多いのかな。そういえば日本にね友達がいないっていう話したと思うんですけど、でも東京に少しだけ友達がいて、その友達ってアメリカ人なんですけど、そのアメリカ人の友達ともっと会ったりとかすることができたらいいなって思ってます。でただその友達も忙しいから僕とは全然スケジュール合わないし、で僕は男性なのであんまり男性のファンからメッセージをたくさん受け取るっていうことはないので、友達ってやっぱ作りにくいのかなって思うし、でメッセージたくさん受けてもどのメッセージに返事をすればいいかわからないっていうぐらいメッセージたくさん受け取ってるので、なのでメッセージを開くことも難しいんですよね、最近は。で特にちょっと最近心が少し落ち込んでた部分もあるので、あんまりメッセージを返せていませんでした。本当に今までたくさん話していた人でさえメッセージをあまり返すことができませんでした。それについて本当に申し訳ないなって思ってます。でコメントに関してもいつも書いてくれてる人のコメントっていうのは全部読んでるんですけど、コメントの返事に関しても全部返事するのが本当に難しくなってきてて、でも読んでるんだよっていうことを皆さんにお伝えしたいです。2024年は本当にあっという間に終わったなって思います。で僕の設定していた目標っていうのはある程度クリアできたんですけども、でも来年の目標について少し不安に思うこともあるし、来年1年間頑張っていけるかなって不安に思うこともあるんだけども、だけど来年1年間はちゃんと来年1年間の目標を設定して、でその目標に向かってしっかり歩んでいくことができたらいいなって思ってます。でそうすれば来年の年末2025年の12月に1年間を振り返った時に後悔しないんじゃないかなって思うから、だから頑張っていきたいなと思ってます。2025年に関しては僕はさらに新しい領域にチャレンジしてその様子を皆さんにシェアします。なのでぜひ楽しみにしていてください。でそれともしかしたら来年1月にまたアメリカに行くかもしれません。で1月の9日とか1月の7日、そのぐらいにアメリカに行くかもしれないので、なのでアメリカに行く様子をまたシェアすることができるかもしれません。で来年1年間はいろんな国に行きたいなと思っていて、アメリカとあとシンガポールとオーストラリアと中国と韓国、もしかしたら5カ国ぐらい行くかもしれないです。なのでその様子も皆さんにシェアすることができたらいいなって思ってます。でただ僕は一人で旅するっていうのは不安なので友達と行くんじゃないかなって思います。で1月のアメリカについてもアメリカ人の友達と一緒にロサンゼルスに行くことになるんじゃないかなって思ってます。でまだその友達のスケジュールがはっきりしないのでわからないんですけど、もしその友達が OK だったら僕も行こうかなって思ってます。なんだかポジティブな動画撮れたかどうかわからないんですけど、友達がいないっていうことに関しては、一生懸命鎌倉で友達作ろうかなって思ってます。例えば散歩してる時に挨拶したり、いろんなレストランとかカフェに行って挨拶したりとかしてみようかなって思ってます。あとは来年1年間はいろんな目標に向かって頑張っていきます。でいろんな写真とか動画のコンテンツもそうだし、新しい領域のコンテンツも皆さんが楽しみにしてくれたら本当に嬉しいです。でまた僕の最近のアップデート、来年の目標についてのアップデートみたいな感じの、情報になってしまったんですけど、今回の動画を少しでも皆さんが楽しんでくれたら嬉しいです。あと肺炎の様子も少しずつ回復してきてると思うので、もっともっと回復できるように頑張っていきたいと思います。で今回の動画を見てくれて本当にありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。ではまた。